AVIUTL の音量を数値や波形として測定し表示ができる Loudness.AUF というプラグインを紹介したいと思います。制作した方は OOV 様です。 YouTube に投稿されている動画で音量が小さい動画を視聴していて、音を大きくしていると広告や次の動画視聴の際に音大きいという経験はありませんか？そういうことが起こらないように最適な音量を動画編集の時に設定をする手助けとなる音量測定ができるプラグインです。下準備、フォルダ作成。AVIUTL.exe の入っているフォルダの中に新規のフォルダを作りましょう。すでにプラグインズフォルダを作っている方は次の項目にお進みください。プラグインズフォルダはプラグイン導入には必須なので作っておいてください。スペルを間違えると正しく動作しないので半角でスペルミスのないようにしましょう。ダウンロード。こちらの動画に記載されているダウンロードリンクからこの Google ドライブの画面に来ましょう。動画概要欄に記載しています。こちらをダウンロードしてください。お好みなところに保存してください。今回はデスクトップに保存します。インストール。まずはダウンロードした ZIP フォルダを解凍しましょう。右クリック、すべて展開を選択。展開をクリックしてください。解凍したフォルダを開きます。プラグインズフォルダを開きます。Loudness.AUF ファイルを AVIUTL フォルダ内のプラグインズフォルダにコピーします。これで導入は完了です。テキストファイルに使い方や重要事項も記載されていますので目を通しておきましょう。基本的な使い方。AVIUTL を起動して上部表示からラウドネスメーター、カーソル位置の表示、ラウドネスメーター、全体の表示の2つがあれば導入成功です。BGM の音声ファイルをタイムラインに入れます。ラウドネスメーター、カーソル位置の表示を選択するとこのような感じのウィンドウが出てきます。カーソル位置の音の大きさをこの LUFS という数値で表しています。ラウドネスメーター、全体の表示を選択するとこのような感じのウィンドウが出てきます。計測開始をクリックすると計測が始まります。タイムライン上の音量の音声波形が表示されます。この黒い線の最終フレームまで計測されます。必ずタイムライン上の空白部分で右クリック、範囲設定。最終のオブジェクト位置を最終フレームで範囲指定してください。範囲部分はすべて計測します。音声オブジェクトの音量数値変更などリアルタイム表示ではないので、必ず音声オブジェクトの数値変更などした場合は計測開始をクリックして更新してください。またこのウィンドウからは音量数値変更はできません。この緑のラインが基準線になります。計測開始の隣にあるコンボボックス LUFS の数値を変えることで緑の基準音量ラインの位置を変更できます。ラインが変わるだけで音量が変わるのではありません。さらに隣の LU の数値を変更することで基準ラインの上下にある許容範囲の2つの薄緑ラインを変更することができます。この薄緑ラインを基準に設定することで音が極端に小さい動画にならないように設定できます。繰り返しになりますがリアルタイムで反映されるわけではないので計測開始で更新したりラウドネスメーター、カーソル位置の表示と併用しながら設定していってください。音声オブジェクトがあるレイヤーが重なっていた場合は測定したいレイヤーだけ残して他のレイヤーを無効化して測定してください。測定は基本音声オブジェクトのあるレイヤー範囲全体をするのですが、再生画面右上の2つのボタンからここまでを範囲指定して測定することもできます。ショートカットキーとしてシフトキープラスドラッグで範囲指定ができます。解除はコントロールキープラス A キーもしくは再生ウィンドウ下部の白のバーのところで右クリック、すべて選択で解除されます。そもそもラウドネスとはここでラウドネス LUFS となったかもしれません。ラウドネスは人間の感じる音の大きさで単位は LKFS、LUFS になります。このラウドネスは音圧とも言われることもあるのでそちらの方が馴染みがあるかもしれません。テレビ CM などではマイナス24、YouTube は公式的な言及はありませんがマイナス14くらいが現在基準になっています。自分の投稿した YouTube 動画の音量がどのくらいなのかを確認する方法は PC 再生画面内で右クリック、
詳細統計情報をクリックすると左上に動画の詳細情報が表示されます。上から4番目に〇〇%、〇〇%というのがあります。左が音量スライダーの表示で、右がアップロードした動画の音声が全て使われているかになります。その一番右側に〇〇デシベルとあります。マイナスの場合は YouTube の音の大きさの基準にこのくらい足りていないよという表示です。これがプラス数値になっていて、左が 100% の時に右のパーセントの数値が少ない場合はアップロードされた動画の音量が YouTube 基準より大きいので YouTube 側でノーマライズされて音量が小さくされています。音量が大きいと小さくされますが、小さい時はそのままで大きくしてくれません。なので音量が小さいのはそのままなので、動画冒頭で話したことが起こる原因となります。基本的な使い方実践編。ここに BGM とボイスピーク合成音声の入ったオブジェクトを用意しました。ラウドネスメーターカーソル1からだいたい -19LUFS くらいでしょうか。まず BGM の入った音声オブジェクトレイヤーを全体計測してみます。 BGM のレイヤーを無効化して音声の入ったオブジェクトを有効化。音声オブジェクトも計測してみます。だいぶ前半部分は BGM と音量が近いので音声が聞き取りづらいかもしれません。一回再生してみます。我が輩は猫である。名前はまだない。どこで生まれたかとんと見当がつかぬ。やはり音声が聞き取りづらいなという時は BGM 音声オブジェクトの数値を下げてみます。再度計測してみます。このくらい離れていれば聞き取りやすいかなとグラフで確認できるので調整がしやすいと思います。これに動画や効果音が入ってきたり BGM や PC 環境編集ソフトにより数値は違ってくるので、最適なところは自分の環境で探してみてください。再生してみます。我が輩は猫である。名前はまだない。どこで生まれたかとんと見当がつかぬ。だいぶ音声が聞きやすくなったのではないでしょうか。デシベルでの基準になりますが、だいたい BGM の3倍くらい離れて音声なのですが、この辺も扱う動画や音声 BGM で変わってくると思います。いろいろ考えることは多いのですが、バランス調整という面で特にこのプラグインは役に立つと思います。ラウドネスメーターカーソル1の表示、ラウドネスメーター全体の表示の2つを併用しながら調整していってください。今回は紹介しきれないのですが、このようなレベルメータープラグインもあるのでデシベルを表示させることもできます。 YouTube 基準最適音量に。これは以前投稿した動画AVIUTL モザイク追従のタイムラインです。これを全体で計測してみます。ここにパーセントが表示されます。動画が長い場合はそれなりに時間がかかります。この結果と YouTube の詳細統計情報の部分を照らし合わせます。-2.6 デシベル。納得という感じです。他の合成音声を使用している方の動画の詳細統計情報もチェックすると-1から-5くらいだったので、まずまずのところなのかなと思います。これを0デシベルに近づけるには音声と BGM などの音量バランスは維持しつつ全体の音量を上げる必要があります。実写系の動画で限りなく0デシベルに近い動画もありました。音量バランス調整は難しい。編集中ヘッドホンで聞いていると BGM 大きいかなと感じていても、スマホ視聴でスピーカーで聞くと BGM 小さすぎてもうちょっと大きくしてもいいなと感じることもあります。音声が聞き取れないくらい BGM が大きいなどが一番してはいけないことだと思うので、 BGM が小さい分にはいいのですが、雰囲気を作るのはやはりある程度 BGM も聞こえた方がいい。本当にバランスが難しいです。今まで勘頼りな部分もありました。このプラグインを使うことにより音量が数値化され全体グラフも確認できます。音量バランス調整するときに役立つと思いますので、ぜひ使ってみてください。動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは AVIUTL の使い方はもちろんですが、他の編集ソフトの解説動画も投稿しています。チャンネル登録していただくと新しい動画の通知が届きますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。楽しい動画編集ライフを。